こんにちは、ゆうりです。今日は待ちに待った土曜日です。もうすぐハロウィンということで、今日はおやつにかぼちゃのパンを作っていきます。かぼちゃの皮は最後の飾りに使うので、少し残して5ミリ幅にカットします。かぼちゃあんの材料を加えていきます。次にパン生地の材料を加えていきます。これ実はすごく熱くて必死で耐えながらやってたんですけど、最後我慢できずにご覧の通り落としました。最初はヘラで混ぜて、次に手を使って生地をまとめていきます。そして台の上に置いてしっかりと生地をこねます。強力粉で打ち粉をします。生地の中心が高くなるように8センチくらいに伸ばします。強力粉を振っておいたタコ糸でかぼちゃの形になるように結んでいきます。この作業が結構大変でした。
二次発酵が終わったら強力粉をふるいます。そして170度で予熱したオーブンでまずは10分焼きます。ほんとそそっかしいんですよね。パンを焼いている間にレシピノートを書いていきます。焼けたら190度に温度を上げて、さらに10分加熱します。視聴者の方でレシピノートをスクリーンショットして保存してますと言ってくださった方がいて、すごく嬉しかったです。レシピノートの方ももうすぐ完成しそうです。1枚完成させるまで食べるのをずっと我慢していました。中は真っ黄色になっています。動画には出していませんが、以前キッシュを作ったので、これもレシピノートに書いておきます。一回作った時すごく美味しかったので、また動画でも作ってみますね。こちらもできました。
夕食を作っていきます。夕食はチーズフォンデュを作ります。実家からチーズフォンデュセットを持ってきました。これはニトリでだいぶ前に売られていた商品です。電子レンジで使うこともできます。今日はこれが使いたくてチーズフォンデュにしました。作ってみると片栗粉を少なめにして牛乳は少し多めの方がいい気がしました。材料を加えたらしっかり混ぜないと塊になってしまうので、温める前にしっかり混ぜてくださいね。チーズフォンデュは具材を切ってチーズを用意するだけなので、ハロウィンのディナーとかにも簡単だしおすすめです。最近購入したものを少しご紹介します。陶器市で新しいカップを購入しました。ぽってりとした形がすごく可愛いです。あとはパックと新しい美容液を購入しました。あとはファンデーションも購入しました。お気に入りだったこの美容液もとうとうなくなってしまいました。最後に三角鍋つかみを購入しました。これは電子レンジのターンテーブルを取り出すときや
熱いお鍋やフライパンでも安心して持つことができます。紐付きなので壁に吊るしておきます。動画だとベージュっぽく見えますが、実際は淡いピンク色です。今日の動画はこれで終わります。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。